紙のジャンプが出続ける以上は揃えていこうかなというふうに思っています。これだけ多くの世代の異なる人たちが同じ漫画雑誌を読んでいるものってそうないと思うんです。週刊少年ジャンプを40年以上保存している北京さんと申します。普段はドラゴンボールのファンとして、ジャンプを集めたりしてますけれども、それが高じてですね、ジャンプを40年間以上保存するという形になってますので、今日はそのあたりを紹介させていただきたいと思います。この部屋はですね、ドラゴンボールの連載が開始された1984年51号から、ドラゴンボールの連載期間分、1995年の25号で終わるんですけど、その間のジャンプを単行本ではなくジャンプで保存したいなという思いから始まりまして、実際に集め終わるまでに、だいたい 2,3 年ぐらいなんですけれども、それまでの時間をかけてなんとか集め切ることはできたんですけど、せっかくであればその2026年今の最新のものまでですね、それまでのジャンプも全部集めていきたいなというふうに思いまして、で結局こちらの部屋全てを使いましてジャンプを保管するという形になりますね。週刊少年ジャンプを集めるきっかけなんですけども、当初ドラゴンボール連載期間中も僕確かにジャンプを買って保存してっていうのはやってたんですけれども、やっぱり子供の頃自分の子供部屋しかね空きがないというところもあるんで、十分な場所がなくって泣く泣く、ドラゴンボールのページだけ集めてそれ以外は処分してという形だったんですけれども、幸いにしてですね、新しい絵を手に入れることができるというチャンスがありまして、一回手放してしまったジャンプだけれども、もう一回ドラゴンボールが大好きだから連載期間中のジャンプを全部揃えたいという思いがあってですね、それで少しずつ集め出してドラゴンボール連載期間中以降の今日までのジャンプを全て集めるというようなことができている状態となっております。今のところも毎週毎週ジャンプが出ているので、紙のジャンプが出続ける以上は、揃えていこうかなというふうに思っています。一番思い入れが強いとなると、やっぱりドラゴンボールの記念すべき、第1話が載っている号、1984年の、51号になるんですけど、ドラゴンボールが、初めて掲載された、新連載号という形になりますね。こちら手に入れたのがもう13、4年ぐらい前になるんですけど、その時でも結構ちょっとお値段が張りまして、でその当時のお値段で確か3万円ぐらいになります。で当時雑誌1冊に3万円っていうのは結構お値段が張ったんで、まあでも記念すべき号だし、これはもう絶対手に入れるべきだろうなと思って購入させていただいたという形になります。でもう一つ1冊思い入れが強い号っていうのがあるんですけど、雑誌だからこそ楽しめることっていうのがあるんですね。当時の雑誌なので当時の広告が読めたり、あとは巻末コメントで鳥山先生がいろんな巻末コメントを書いてたりというところも単行本と違って読めるポイントなんですけど、雑誌って次号予告が載ってるんです。この号の一つ前、1984年の50号、こちらの雑誌が思い入れの強い雑誌のもう一つという形になってまして、でこちらの1984年の50号なんですけど、中を見るとですね、ドラゴンボールが次回から、始まりますというような次号予告が載っててですね、でここに書いてあるイラストって単行本には載ってない貴重なイラストが載ってたりとかするので、これも雑誌を持ってないと楽しめない一つの要素かなというふうに思います。なので、思い入れが強いとなるとこの1984年の50号と51号が、最も思い入れの強い2冊という形になりますね。去年の末あたりからとんでもなくこのあたりの新連載号の値段がちょっと上がってきてしまいまして、さすがにこのままの状態で保存するには忍びないなという形になったので、こういった、透明のケースをですね自作しまして、通常はこちらのケースの中に入れて保管するという、最近はこういうのをするようになりましたね。市販品じゃないんでどういう風に作るかっていうところなんですけど、正方形というか立方体なので、雑誌が出るところ以外の5面をアクリルの加工業者さんに注文しまして、でそれをこの接着剤で留めていくというのを、自分でやっていくみたいな感じで、雑誌ごとに厚みが違ったりとかするんで、ここの厚みをこう 26mm とか、その雑誌ごとにちょっとカスタムしてですね、大事な号、特にちょっと最近値段上がっちゃってる号については、こういうケースに入れて保存するという
形で、最近はこういうのをちょっと進めようとしてます。で、取り出しやすいように凹んでカットするように業者さんにお願いしているのもちょっとこだわりポイントみたいな感じですね。X とかでも時々ポストとかするんですけど、結構引き合いも多くてですね、発注できないかなとかそういう問い合わせもいただくんですけど、いやいや素人仕事なんで接着するのが結構甘いんで、さすがにお金取ってできるものではないのでごめんなさいみたいな形で、一応今はお断りしている状態です。今紹介しました、ちょっと1984年の51号新連載号から始まりまして、こう縦にですね、84年85年一番下まで行くとまた上に戻って86年みたいな形で年代が流れていくような形に並べています。天井が割と高い部屋だったんで、縦に8段で本棚1本で2年ぐらいのペースですかね。1984年からこう右に流れるにつれて年代が進みまして、でこちらの壁一面プラスこちらの壁の1995年の25号、ここがドラゴンボールの連載終了した最終号という形になります。なのでドラゴンボール連載されている期間としてはここまでという形ですね。この部屋が6畳間でして、ぐるっと並べてはいるものの、今年が2026年なんで84年から換算するともう42年目に突入しようとしてまして、いよいよちょっとジャンプを置く場所としてはなかなか厳しい状態なので、2部屋目を探さなければいけないかなというような状態ですね。海外で特に有名な作品っていうのは他の作品の新連載号も結構な勢いで今値上がりがしちゃってるですね。なので一応こういう感じで展示はしてるんですけど、防犯上あんまりよろしくないなというところで、例えばこういうナルトの新連載号とかこういったところは中発泡スチロールでダミーを作ってるので、こういった形で普段は別の場所に保存するような形で、でもこう歯抜けになっているとちょっと見栄えが悪いので、一応ダミーを入れてるような形で保存をしてあります。だいたいこの背表紙のところがその新連載号および表紙のイラストですね。ざっと見ていくとこういろいろこうジャンプの移り変わりというのが読めるようになってまして、自分より若い世代のお友達とかお知り合いとかが遊びに来た時とかでも大体どっかで懐かしいって言ってくれるんですね。なもんで結構集めてよかったかなっていうところもありますし、でもう一つやっぱお得だと思ったのが、単行本をいちいち買わなくてもジャンプに載っている全部の作品が全部読めるっていうところはやっぱりすごい利点ですよね。メリットとしてすごく大きいかなというふうに思います。例えば今言った通りワンピースも、新連載から全部読めますし、ナルトもブリーチもで、当然鬼滅の刃、そもそも他にももろもろありますけど、銀魂もそうですよね。そういったところが全部読めるっていうのがすごいプラスだなというふうに思います。だからドラゴンボール以外でもいろんな作品読んでますし、懐かしい作品をもう一回振り返って読むっていうところも面白かったりとかしますね。当時のジャンプの思い出というか、記憶としてはですね、表紙がドラゴンボールの時にめちゃめちゃ嬉しかったっていうのと、たまに増刊号とかがあるんですよね。これはゴールデンウィークとかお盆とかお休みがある時に1週お休みになる代わりに2週分みたいな感じにカウントされるんですけど、21、22の合併号とか新年とかだと1、2合併号とかそういうのがあったりするんですけど、こういう時にたまにねドラゴンボールが2話連続載る時があるんですよ。でその時1冊でその2話読めるっていうのが逆にお得感があったりとかして、一週お休みなのにもかかわらずちょっと得したというか、そんな感じがあったりとかね。あとは年末年始にこのカラーページイラストがついたりとか、カレンダーがついたりとか、ジャンプの本誌だけではない、漫画だけではない何かプラスアルファっていうところで楽しめたっていうのがすごく思い入れがありますね。今は別のウィークリーシュージャンっていう名前で別のコーナーに変わってますけど、当時ジャンプ放送局っていう、巻末のおはがき投稿コーナーみたいなやつがあって、そこでもドラゴンボールの特集みたいな号があるんですよ。みんなが書いてきたドラゴンボールのなんかパロディのイラストとかネタとかね、そういったものがある時があって、その回も結構楽しみにしてたりとかはしてましたよね。こちらが2000年代から2010年代あたりのジャンプ、最初のジャンプがあるところから3面目になるんですけど、
だいたい2008年あたりからこの背表紙のデザインというか演出にちょっと変わりが出てきまして、例えば2008年なんですけど、この2008年は1号から52号までですね、ずっとワンピースの1枚絵、春夏秋冬のイラストが1枚1年を通じて掲載されるという形になってまして、でその翌年はナルトが1年を通じてイラストで呪術つなぎになっていると。でその次の2010年はブリーチが1年を通じてイラストで横につながっているというような企画ができるようになってきたんですけど、逆に言うと1号が出た時点でその1年はその作品は終わりませんよっていうことになるんですよ。途中で終わるわけがないんですよね、1年続くから。でこれは何かっていうと、ワンピースもナルトもブリーチももうその年は終わらせてもらえないっていう状態になるんですよね。これは人気作をいっぱい持ってるっていうジャンプのいいところでもあるんですけど、逆に人気作を引き伸ばしがちっていうジャンプのこのマイナスの面っていうのもありまして、確かにこの辺りで言うとですね、新人っていうか新しい人気作っていうのがちょっと伸び悩みつつある時期なんですよね。2008年がワンピース、2010年が、ナルトで、2010年がブリーチで、2011年がこち亀かな、こち亀が1年続くよと。その年からはまたいろんな作品が並び出すような形になるんですけれども、この辺りがですね、このジャンプの、転換期というか、新しい新人の作品を見つけ出さないといけないっていうところに、舵を切った頃なんじゃないかなというふうに思います。加えて言うと、2年ほど表紙の呪術つなぎの絵がなくなったんですけれども、2014年にまた銀魂で1年間続き絵になるっていうのは続いてたりとかします。なのでこういう少なくとも1年間以上続くであろう長期作品というのがすごくジャンプの中に増えていた時期という形になります。市販のフィギュアなんですけど、ピッコロのこの爆裂マハというか技を打っているシーンが畑翼さんのギター侍のポーズにとても似てるなっていうふうに思ったんで、ギターを持たせてみたら結構しっくりきたんで、こういうポップを作ってみたりですね。あとはこの上にもこの悟空のフィギュアに大根持たせてみたりとか、こういうちょっと遊び心のあるというかおふざけですけどね、こういうフィギュア遊びみたいなものもちょこちょこ作っては置いたりとか、そんなのをやったりとかしますね。帽子もね、ドラゴンボールに関してはグッズがすごい出てまして、スカウターも年代を追うごとにいろいろなスカウターが出てるんで、そのあたりもディスプレイしようかなみたいな感じで並べたりとかはしてます。だいたい180センチで B5 が6段入るっていうのは、だいたいどこの本棚でも似たような感じで、江南っていうホームセンターでこの辺の本棚がお安く出てる時があったんで、その時に買い足ししてっていうのと、上の2段に関しては天井が高かったんで、幸い2段のボックスをもう1個積んでみたいな感じで作ってる感じですね。欲を言うと、この奥行きがもう少しねぴったりくるとこの部屋が狭くならないんですけど、ぴったりの本棚だとね、こういう風に変にいろいろ物が置いて乱雑にならないんで、そっちの方がありがたいなと思うんですけど、なかなか薄型の本棚っていうのがなくって、今の形に落ち着いてるみたいな感じですね。こう4面でもう部屋としてはもういっぱいいっぱいなんですけど、縦に高さ8段で積んだとしても一周回ってこの辺りでもう2023年なんですよ。なのでもう今年2026年までのジャンプはちょっと置ききれない状態になってるので、最新近のジャンプは別の部屋にまた本棚を空きスペースを作って、そこに並べていかないとちょっと置ききれないなみたいな状態にはなってますね。週刊少年ジャンプの50周年の時で2018年なんですけど、1年でだいたい50冊出るんですよ、ジャンプが。増刊号とか合併号とかあってちょっと目減りするんですけど、48から50巻ぐらい。1号から順番に1年目のジャンプ、2年目のジャンプ、3年目のジャンプっていう形で全50年分のジャンプのカラーリングで50年続けるっていう企画がありまして、だから振り返るとこの辺りの、これ例えば45号目のこのジャンプ、2018年のジャンプなんですけど、ちょっと戻るとこの2014年のこのジャンプと同じデザイン。で、一つ前のこのジャンプの同じデザインみたいな形で、このジャンプの色使い、デザインが50年分揃ってるっていうのが、この記念すべき50周年のジャンプの背表紙になりますね。結構この派手な企画で面白かったです。ここに1984年からしか置いてないですけど、一応そこから前のジャンプもどんな感じのデザインかっていうのは読めたりはしますね。
これだけジャンプいろいろある中で、表紙のデザインとかもいろいろあるんですけど、斬新だったというか、当時びっくりしたのはこの1995年の7号で、この時ドラゴンボールの500回目の連載っていう形で表紙が特別になってて、折り返しになってて、この表紙が伸びるっていう仕様になっててですね。で、500回目にちなんで、この中にですね、こんな感じで、ドラゴンボールの10年分の歴史みたいな形で特集記事が組まれていたりであるとか、この号は結構特殊な雑誌の作りをしてて面白かったですね。表紙の作りとしてはすごい斬新な作りなんで、この号も結構気に入ってはいますね。最初170円だったのは覚えてるんで、ただもう今は紙代もどんどん上がってきてるし、320円まで今上がってますよね。当時やっぱり100円玉2枚持っていったら買えるっていうところに編集部もすごい力を入れてたみたいで、だから200円から210円に上げる時っていうのは相当中でも反発はあったらしいですね。ドラゴンボールの連載終わった25号までだったら確か200円止まり、そうですね、読者応援価格とかついてるんで190円、200円前後だったかと思いますね。この部屋にジャンプを集め出したというか溜め出したのがもう12、13年ぐらい前になるんで、正直ここまでジャンプでいっぱいになるとは思ってなかったんですよね。なので本棚もここまで多くはなくて、フィギュアの棚とかも作ってフィギュア棚も置きながら雑誌も置いてみたいな感じで遊んではいたんですけど、その名残でちょっとこのフィギュア棚は別の場所に持っていくことができなくて、ちょっとジャンプ部屋だけど残ってるみたいな状態ですね。こっちの、右側の方が当時ガチャポンの HG シリーズっていうので出てたシリーズで、これは一応一通り7段だけちょっと抜けてるんですけど、それ以外は全部揃ってる状態で、個人的にはこのね、布団に大部印してる僕のフィギュアの飾り方がかなり気に入ってるなっていうふうに思いますね。こういったなんかアームで宙に浮かせるみたいなものもフィギュア屋さんとかバンダイとかそういったところから別製品で出てて、本来の使い方はガンダムとかモビルスーツとかそういう宙に浮く系のフィギュアをディスプレイする感じなんですけど、こんな感じのストップモーションで案外しっくりきたんで気に入ってますね。あとはファミレスのガチャポンが出たんでそれで作ってみたりとか、なんかいろいろ下の方は18号がなんか知らないけどテレビゲームやってますけど、こんな感じでなんかフィギュアが出たらちょっと置いてみたりとか、ここ最近いじってないですけどこんな風にしてちょっとディスプレイして遊んだりとか、そんなのをやってますね。これも書いとかないと分かんなくなっちゃうんですよね。何段のっていうのが全部が全部覚えきれるかっていうとなかなか難しいところがあるのと、もう一つ見に来てくれた人とか遊びに来てくれた人とかがこれいいなって思った時に何の何段なのかっていうのが分かった方が多分追いやすかったりとかするんで、こんな感じで展示するフィギュアの説明とかそういったのを作って一緒に並べてみたりとかできるだけやるようにはしてますね。まだ少年ジャンプも電子版と紙版で両方並行して販売している状態なので、紙のジャンプが出続ける限りは引き続き買っていこうかなというふうに思います。電子版が便利というのは、当然思うんですけれども、紙に残しておくと電気がない場所でも読めるっていうのもありますし、何かしらでサービスが終了して読めなくなるっていうこともなくなるので、やっぱり紙で出る以上は週刊少年ジャンプの歴史を追うという意味合いでも買っていこうかなと思います。タイトルに少年ってついてるからだと思うんですけれども、いつまで経っても子供の時少年の時と同じようにワクワクして読める作品が非常に多いっていうところと、少年も楽しめるんですけれども、それに加えて今だと結構老若男女結構広い人が読んでも楽しめる作品っていうのも結構増えてきてですね、子供心を忘れずに楽しめるいい雑誌であるっていうところと、世代が違う間でも共通の話題キーワードとしていろいろお話ができるっていうところではすごくいい雑誌だなというふうに思います。ジャンプの中の漫画で学んだこと、漫画で気づかされたことっていうのが、実際の生活の中に生かされることもありますし、他の多くの世代の方と共通の話題ができるっていうところに関しては、学校の教育と同じように、同じ情報をみんなで共有できているっていうところではすごく重要な雑誌、面白い雑誌だなというふうに思います。世界レベルで見てもこれだけ多くの世代の異なる人たちが同じ漫画雑誌を読んでいるものってそうないと思うんです。自分にとって少年ジャンプっていうともう一つの教科書ですかね。